皆さん、こんにちは、エマです。今日もいかがお過ごしですか？皆さん、お久しぶりです。元気に過ごしてらっしゃいましたか？私は昨日、インドネシアから日本に帰ってきました。なので今日はインドネシアのお話をしていきたいなって思うんですけど、ちょっとこうやって動画を撮るのがすごく久しぶりで、めっちゃ緊張してて、心臓がバクバクしてるんですけど、皆さん今日の動画はちょっとグダグダになっちゃうかもしれないけど、楽しみながら聞いていってもらえたらいいなと思います。なので今日も早速お話ししていきますね。まず皆さんもう見てもわかると思うんですけど、すっごく幸せでした。ものすごくものすごく幸せな旅行だったんですね。なんかバリ島の自然の豊かさ、緑が多いところとか、ビーチがすごく綺麗なところとか、人の温かさですね。人の優しさとか、そういうのを感じることができて、もうものすごく幸せだったんですね。なんか今まで感じたことがないぐらい温かい雰囲気というか、もうものすごく幸せな空間に包まれた旅行でした。なので、帰ってきてすぐではあるんですけど、もうインドネシアに戻りたいぐらい、それぐらい私にとって大切な場所になったんですね。なので、もう来年また旅行することに決めたんですけど、とにかく今日は私のインドネシア旅行、初めてのバリ島の旅行で何があったか、何を食べたかとか、どんなことをしたかとか、そういうお話をゆったりしていきますね。正直いろいろバタバタしてて、なんかバリ島にちゃんと行けるかすごく不安だったんですね。どういうことかというと、私たちが使った飛行機が LCC って呼ばれる、安いものだったんですね。すごくすごく安い飛行機のチケットを取ったので、その LCC の会社ですね。あんまりサポートが少なかったり、機内食、飛行機でのご飯がなかったり、あと、座席も狭かったり、遅延が多かったり、遅延っていうのは飛行機とか電車が遅れること、そういうのが結構発生するような安いチケットを取ったんですけど、それが、原因で、ちょっと私たちが乗るはずだった飛行機が何回かキャンセルになっちゃったんですね。今ね、まだ日本にいてるんです。なんかね、もうバリ島で多分遊んでるはずだったんですけど、なんかね、飛行機がなくて。で、キャンセルになって、新しいのを手配してくれたんだけど、その新しいのも、乗り継ぎが間に合わないものを用意されちゃったりして、どういうことかというと、大阪から私たちは一回マレーシアに行って、マレーシアで乗り継ぎしてバリ島に行ったんですね。でも、そのマレーシアから出る飛行機が9時に出るとしたら、私たちがマレーシアに着くのは10時だったんですね。なので、どう頑張っても乗り継ぎが間に合わない飛行機が用意されちゃって、だからどうしようってなってたんですね。でも結局、マレーシアからバリ島の分は時間を変えてくれたので、なんとか乗り継ぎはできたんですけど、あの、朝だったんですね。私たちがマレーシアに着いたのが夜で、次バリ島に出発するのが朝だったので、この時間ですね、どうしようってなって、全く予定してなかったんですけど、ついでにマレーシアも行ってきました。なんか、マレーシアは空港以外行く予定がなかったんですね。入国するつもりはなかったんですけど、時間もあるし、空港で寝るのもちょっと辛いなってなって、もうマレーシアでホテルを取って、そこで泊まったんですね。なので、マレーシアも旅行できて、インドネシアも旅行できて、
結局一石二鳥みたいな感じで、ポジティブに考えるとラッキーだったなって思うんですけど、でもそんな感じでちょっといろいろあって、私たちはバリ島に行けるのか、それがすごく不安でした。でも結局その次の日にはちゃんとバリ島につけて、もうゆったり観光地を回ったり、ご飯食べたり、ショッピングしたりして、本当に幸せな5泊6日ですね。いろいろあって日本にも泊まったので、日本で1泊、マレーシアで1泊、バリで3泊したので、5泊6日してきたんですけど、本当に幸せな6日間でした。もうすっごく幸せだったの。なんかトラブルもたくさんあったけど、その分思い出がすごく濃い、すごく濃い6日間でしたね。いろんなことが詰まってて、ものすごく楽しかったです。で、バリ島は私にとってもう天国みたいな場所だったんですね。まるで夢の中。自然がたくさんあって、もう緑が本当に多いし、お花もたくさん咲いてたり、ビーチもあるし、プールもあるし、本当に幸せだったんですね。で、現地の人もみんな優しくて、一緒にお酒飲もうとか誘ってくれて、なんか知らない人とご飯一緒に食べたりしたんだけど、もうそれもすごく楽しくて、みんなね、フレンドリーな方がすごく多かったです。もうそれが私的になんか自分に合ってたのかな、生活というか、過ごし方というか。なんか結構もうザトロピカルみたいな感じで、本当に幸せだったんです。なんか、どうやって言葉で表したらいいのかわからないくらい幸せだったんですね。たくさん楽しいことがありました。で、ご飯もすごく美味しくて、この動画をこの前見てくださった人がおすすめしてくれたもの、ナシゴレンも食べたし、サテも食べました。本当に美味しかったです。さては日本語では焼き鳥って言われるんですけど、それもすごく美味しかったし、ナシゴレンも美味しかったし、あとびっくりしたのがジェラートのお店がものすごく多くて、だから結局私たちジェラートを2回食べましたね。もう本当に美味しかったです。で、味もなんかマンゴーとかパイナップルとか結構フルーツ系のものが多くて、私はベリーですね。ラズベリーのものと、あと、なんだっけ、キャラメルだったかな、ちょっと忘れちゃった。ピスタチオか。ピスタチオのジェラートを食べたんですけど、それも本当に美味しかったです。で、友達はチョコレートのジェラートを食べてたんですけど、なんか、バリはチョコレートが有名なのかな。スーパーにもたくさんチョコレートが並んでて、それも食べて本当に美味しかったです。あと、バリのコーヒーも美味しいし、あと、ビールですね。ビール。私はやっぱり日本にいるとどうしてもお仕事があるからビールを全く飲んでなかったんですけど、今回は完全にお休み、ホリデーだったので、もう毎日ビールを飲みました。本当に美味しかった。なんかビンタンっていうお酒も飲んだし、あと現地の人たちと飲んだのは、なぜか韓国のお酒を飲みました。韓国のソジュですね。それを飲んで、本当に楽しかったです。でもビールが本当に美味しくて感動しました。で、あとは可愛いカフェがすっごく多くて、インドネシアには。なので、カフェにも行って、アサイーボール食べたり、あとトースト、なんか、名前忘れちゃったけど、なんか紫色のソースみたいなのが塗られたトーストも食べて、その上にチーズが乗ってて、それもすっごく美味しかった。写真を載せときますね。私の表現では伝わりづらいので、もう本当にとにかく美味しくて、で、しかも可愛くてお店が。あと、一番美味しかったのはヘーゼルナッツラテ。
本当に美味しかった。日本で飲んだことがあるヘーゼルナッツラテは、あんまりヘーゼルナッツの味がしなかったんですね。なんか、ラテみたいな感じだったんだけど、そのバリで飲んだヘーゼルナッツラテは、ヘーゼルナッツ。本当にナッツの味がすごくして、それがものすごく美味しかったです。で、他にもアートマーケットですね。なんか、工芸品って呼ばれるインドネシアで作られてるものとか売られてる場所も行ったし、あと服も売られてましたね。そこでお土産を買ったりしたんですね。あとめっちゃ可愛いアクセサリーも買いました。ほら、めっちゃ可愛くない？なんかバリって感じで可愛くて買った。で、ここのお店のお兄さんがすごく優しくて、なんかフレンドリーにお話ししてくれて、気づいたら2つ買ってた。なんか、そう、可愛かったから欲しいなと思って、2つつけてもらったらめっちゃ可愛かったんですね。だから買っちゃいました。これが個人的にはすごく思い出で、なんかずっとつけてたいなって思います。日本ではこれミサンガって呼ばれるんですけど、バリではなんていうのかな、名前。もしインドネシアに住んでる方がいたら、なんていうか教えてください。名前あるのかな？日本ではミサンガです。で、これが本当に可愛かった。他にもベルト、めっちゃ可愛いベルトも買って、ワンピースも買ったんですね。で、一つだけ後悔したことがあって、もう本当にバリのワンピースとかお洋服って可愛いものが多くて、しかも安かったんですね。だから、もう何も持っていかなかったらよかったって思って、日本からほとんど手ぶら。手ぶらっていうのは何も持たない状態。服も一着だけ持って行って、で、バリでたくさん可愛いものを買って帰ったらよかったなって、それだけ後悔しました。でももう来年も行くって決めたから、来年は絶対一着だけ持って行って、他は全部バリで買います。もうそれぐらい、本当に可愛いワンピースとか、可愛いアクセサリーとかがたくさんあって、だからもうすぐにでもまた行きたい。本当に楽しかった。もうバリ大好きです。もうインドネシア大好き。で、来年はタトゥーも入れることにしたんですね。で、今回はちょっとまだどんな柄のタトゥーを入れるか決めれてなかったのでやめたんですけど、あの、本当にバリはタトゥーショップがたくさんあって、もう可愛いデザインがいっぱいあったから、もう私も来年は一つ入れて帰りたいなって思ってます。もう今から楽しみすぎてやばいです。全部楽しみ。ご飯も美味しかったし、服も可愛かったし、何よりも現地の人の温かさですね。タクシーの運転手の方もフレンドリーだし、レストランの人も優しいし、街の人もめっちゃ手振ってくれたりしてすごく嬉しかったです。もうね、心が温かくなった。すごくほっこりしました。でもバリで個人的に一番好きだったのは、やっぱり自然かな。なんか緑が本当に多くて、ビーチもあったし、私はオーストラリアに行った時にも思ったんですけど、将来絶対海が見える街に住みたいんですね。私が今住んでる奈良県は海がない場所なんですね。でも私は海が本当に好きで、もう海を見てるだけで幸せだし、波の音を聞くだけで幸せだから、絶対に海が見える街に住みたいって決めてて、それをもう一回思いましたね。再確認しました。もうそれくらい、バリにはもう心が打たれたというか、感動しましたね。こんなに素敵な場所があるんだって思った旅行でした。だから本当に好き、大好きです。でもね、バリで一つだけ怖かったことがあって、何かというと、交通なんですね。交通っていうのは、車とかバイクとか、それがすごく怖かった。
どういうことかというと、私たちが歩いてる5センチぐらい隣をバイクがビュンビュン走っていくんですね。なのでもうそれがすごく怖くて、で、私たちは車のタクシーで移動してたんですけど、そのタクシーの隣もバイクとか車がもうどんどん通っていくの。それが本当に怖かった。でもみんな運転がめっちゃ上手で、全然事故とかもゼロ。誰もぶつかったりせずに、道も譲り合って、なんかね、すごかった。本当にすごいなって思った。怖いっていう感情もあったけど、それ以上に、もうみんなの運転が上手すぎて感動しました。私がね、多分バイクに乗ってたら、絶対に大変なことになってたんだけど、もうみんなすごかったですね。あんなにたくさんのバイクがいたら、多分日本だったら結構事故が多発してるんだけど、バリ島では全く事故がなかったんです。見た中では。私が見た中では、誰かがぶつかったとかも全くなくて、全員ちゃんとシューって渡ってて、本当にすごかったです。でもちょっとだけ怖かったです。でもすごく楽しかったです。とにかく本当にいろいろな思い出があった6日間でしたね。もう本当に今すぐにでもパリに戻りたいぐらい大好きな場所が増えました。この動画を見てくれてる人の中にパリに住んでる人がいるかはわからないんですけど、本当にありがとうございました。楽しかったです。もうバリの方々にはたくさん助けられたし、もうバリの方の温かさを一生忘れることはないと思います。で、私はまだインドネシアはバリにしか行ったことがないんですけど、ジャカルタとか他の場所にも絶対に行きたいです。もう本当にインドネシアが大好きになったし、もうインドネシア料理も大好きだし、みんなも大好き。もう本当にインドネシアは私にとって夢のような場所です。本当にありがとうございました。もう大好きです。バリ。じゃあ、今日はこんな感じで私の旅行についてお話ししてみました。いかがでしたか？ちょっとね、インドネシアの旅行を楽しみすぎて、あんまり Vlog の動画とか撮らなかったんですね。なのでちょっと Vlog とかは作れそうにないんですけど、今日ね、ちょっと動画とか写真とか載せたので、楽しんでもらえてたら嬉しいです。で、他にもたくさん思い出があるので、もし皆さんまた聞きたいって思ってくださっている方がいたら、なんか、何が一番楽しかったですかとか、何が一番美味しかったですかとか、買ってきたもの見たいですとか、そんな風にコメントしてくれたら、なんかその質問に答えるみたいな感じで動画を一本作れたらいいなって思うので、よかったら気になる人はコメントしてくれたら嬉しいです。では皆さん、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。じゃあまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。